と一緒にジャパニーズカルチャーを楽しく学ぶ忍者カルチャー TV。こんにちは、くのいちのかがみと申します。今回は新選組イケメンだらけのスパイたちについて楽しく学んでいきましょう。江戸時代末期から幕末維新期に活躍した新選組。京都の治安維持のために若い剣豪たちの集団から結成されました。しかし、血気盛んな若者と謀略が渦巻くこの集団。体内でもスパイ活動が盛んに行われていました。今回は新選組のスパイ活動についてお話しさせていただきます。史実として残っているものでも5回は名前を変えている斎藤はじめ。19歳の頃、言い争いをしていた武士を切り殺してしまい、それ以降、道場で居候をしていましたが、その頃から剣術は相当な腕前だったようです。そんな中、近藤勇が立ち上げた浪士組に入隊します。新選組立ち上げ当初の初期メンバーで、沖田総司、長倉新八と並ぶ剣の達人でした。その腕を見込まれて、副長助勤三番隊隊長、剣術師範という幹部でもありました。いかめしい風貌の割には無口で、刀を抜かなければ目立たない存在だったそうです。そんな中、新選組の参謀であった伊藤貸太郎という人物がいました。彼は近藤勇と思想が合わず、新選組の中でも別の一派を作っていました。脱退するにも厳しい局中法度で脱退できず、思いあぐねてた中、御寮絵師という新しい役職につき、新選組から円満に離脱することができたのですが、その御寮絵師の中に斎藤はじめがいたのです。斎藤はじめは近藤勇の密命を受けてスパイとして伊藤貸太郎の一派に潜入していました。新選組の思想とは反対の活動を思い通りにできない伊藤貸太郎は近藤勇の暗殺を企てます。しかし、これらの計画は斎藤はじめを通してすべて近藤勇に届いていました。そんなある日、斎藤はじめは伊藤貸太郎の机からお金を盗み、逃げて行方をくらましました。スパイの役目を終えて新選組に戻ったのです。それでも伊藤貸太郎の一派は、斎藤はじめがスパイだったことにまだ気づいてもいませんでした。新選組の中でも無口で、刀を抜かなければ存在感の薄い斎藤はじめは、誰からも疑われることがありませんでした。その後、伊藤貸太郎は暗殺されるとも知らずに近藤勇に呼び出され、お酒に酔った帰り道、新選組に襲撃され、絶命しました。後に明治になってから伊藤貸太郎一派の生き残りが斎藤はじめについて語っています。斎藤は女にだらしなく、金を盗んで女に使ってしまい、仕方なく新選組に戻った。命と引き換えに貸太郎のことを密告したんだ。と言っており、斎藤はじめがスパイだったことに全く気づいていなかったと言っていたそうです。怪しまれることなく仕事を遂行する、スパイに向いている人物であったようですね。たくましい剣豪集団の新選組の中で、諸子調べ役兼監察を務め、新選組の頭脳とも呼ばれていたのが山崎進です。諸子調べ役兼監察とは、諸子調べ役の任務は分かりやすく言えばスパイです。敵方に潜入して情報収集をしたり、対象を尾行したり、首謀者を探し出すため、市中から多くの情報を組み上げることを職務としています。監察の任務は、組織内の違法行為や脱法行為の捜査と、内部規律に応じて処罰するための証拠集めや調査などです。縁の下の力持ち的な役回りですが、この部門が機能していたからこそ、新選組が京都の治安維持に大きな力を発揮できたと言えましょう。諸子調べ役兼監察としての山崎進に関する資料はほとんど残っておらず、また職務上、偽名や身分を偽ることも多かったため、平野大使ではその存在すら知らない者もいたかもしれません。しかし、総長であった山並圭介の脱走事件や、4番隊隊長の松原忠治切腹未遂事件など、
幹部が関与した監察事案に副長助勤でもあった山崎進が関与していた可能性は高く、常に体内の動向に目を光らせていたはずです。新選組が関わった大きな事件では、スパイ活動が大きく役に立ちました。敵の潜伏先の探索、見張りや各待機部隊への連絡役、先ほど申し上げた伊藤貸太郎一派の動向探索など、諸子調べ役でなければできない任務もありました。これらの事件で山崎進たちが情報を集めて新選組の活躍につなげたことは間違いありません。部隊を指揮していた土方歳三は、これらの情報をもとに判断を下していたため、山崎進の報告の正確さに相当の信頼を置いていたと考えられます。調べ役兼監察として神経をすり減らす任務を続けていた山崎進は精神的にもとても疲れていたことでしょう。しかし上司からの信頼は厚く、同僚からは慕われていたため、内部から恨みを買う恐れのある任務もこなせていたのかと思います。また山崎進の父親が鍼灸の医師であったことから、山崎進には医術の心得があったようです。簡単な怪我の治療などをやっていたという記録が残っており、新選組の頭脳派と呼ばれたのにも納得です。多摩地方で新選組に入隊はするけれど、近藤勇らと共に京都へ向かわず、関東に残りスパイ活動を続けた中島昇。入隊して早々に近藤勇に密命を受け、東京、神奈川、山梨などの国々の地理や動向を調査して、新選組に報告する3カ国のスパイ活動を行っていました。密命だったため、親兄弟にもこのことは知らせず、約5年間身を隠していたといいます。残念なことに中島昇がどんなスパイ活動をしていたのかの記録は残されていません。その後、中島昇は明治以降、静岡の浜松に渡り、晩年は銃や火薬売買の免許を取り、銃砲店を開いたと伝えられています。新選組隊内の美男五人衆の一人と言われた美貌を持つ楠木小十郎。京都出身で久留米藩牧安臣の命でスパイとして入隊したとされています。年齢は17歳ぐらい、若々しく目がパッチリした色白の顔で女のように優しい声をしていたと言われています。彼が本当にスパイであったかどうかは定かではありませんが、久留米の牧安臣の日記に、夜楠木10来たるという記述があり、これがスパイであった証拠となっています。実はこのイケメン大使、楠木小十郎をスパイとして送り込んだのは、長州藩の桂小五郎とも噂されています。スパイが本名で潜入するはずがないので、名字の楠木というのも桂小五郎の桂という樹木に合わせた変名だったと匂わせています。後に新選組隊内で粛清が活発になり、彼もスパイとして疑われ始めました。長州のスパイとして原田佐之助に粛清され、その若い命を閉じました。本日のジャパニーズカルチャーは、いかがだったでしょうか。今回は新選組のスパイ大使についてお話しさせていただきました。このチャンネルでは忍者文化の継承とジャパニーズカルチャーの発展に貢献し、文化の理解を深めることを目的としています。面白いと思っていただけた方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では本日も動画を見てくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。